アクタスで商品開発をしております野口玲と申します。今日はちょっと珍しい形の椅子を並べてみました。カンチレバー構造の椅子と呼ばれるものなんですけれども、すごい素敵な椅子なんですけど、なんかちょっと形も変わってるし、取り入れづらそうだなみたいなことも思われる方も結構多くてですね、ちょっと今日はそれの、歴史なんかも含めてちょっと魅力をお伝えしてみたいなと思っています。で、そのカンチレバーっていう言葉なんですけど、もともと建築の用語なんですね。で、和訳をすると片持ち構造っていう意味になるんですけれども、片側だけでこの荷重を持たせる構造っていうのを、一般的にカンチレバーという言葉を使うんですね。このデザインが、生まれたのが家具の分野ではだいたい1920年代ぐらいになるんですね。で、生まれた当初はですね、いろいろ権利争いがあってですね、このカンチレバーの家具を誰が一番最初に作り上げたんだみたいな結構論争があって、オランダの建築家のマルトスタムっていう方がその当時ガスパイプをつなげて椅子を作っていったのがこのカンチレバーというこういう構造だったんですよ。彼は俺が一番最初に作ったっていう話をしていくんですけど、そのと同じ時期にですね、今度バウハウスでも教鞭を振るったマルセロ・ブロイヤーという方がチェスカチェアっていう今ノールさんで販売している椅子なんですけれども、その椅子を作って、いや俺が先だ一般的に言われているのはこのカンチレバーの構造で椅子の造形を作り上げたのはマルトスタムって言われてるんですけれども、製品として仕上げたのはブロイヤーが一番最初だみたいなことがあったりとかして、そこから世の中に普及していったっていうのがこのカンチレバー構造の椅子の流れになるんですね。ややこしいじゃないですか。私もたまに言われるんですね。いや、カンチレバーの構造の椅子って何がいいんですかって、単純に綺麗だなって思うんですよね。椅子ってやっぱり4本足が生えてたりとかキャスターがついてたりっていうものが多い中で、なんていうんですかね、すごくクリーンで抜け感がある、そういうデザインっていうのが作り上げられていくんですよね。で、どうしてもダイニングテーブルの周りに椅子を4脚置いてしまうと、椅子だけで 4×4 なんで16本足が入るじゃないですか。そういった空間がすごくスキッとまとまってくるっていうことと、やっぱり後ろから見た時のやっぱり空気感がすごくいいですよね。だからデザインとしてすごく空間の中で浮遊感がある、重たくならない、そういう空間が出来上がるっていうので、私はすごい好きな構造の椅子なんですね。あとは座った時にもやっぱり後ろ側にフレームがないのでちょっとだけしなるんですよね。体が固まってしまうのが一番良くないんですね。椅子が少し揺らぐだけで体の姿勢も少しやっぱり変わってくるし、椅子が体に動きを与えてくれるっていうことでもあって、そういう一正面空間の中での浮遊感とか美しさっていうことと、少し体に揺らぎを与えてくれるっていうこういう絶妙なシナリオっていうのはすごく暮らしの中で役立つんだと思います。で、いろんなカンチレバーの構造があるんですね。で、例えばこちらすっごいカンチレバーの椅子っていうとかドイツのお話とかすると工業的なちょっと硬いイメージを持たれる方も結構多いんですけれども、これも20年代にミース・ファンデル・ローエっていう方がデザインした椅子なんですけど、特徴的なのはここの片持ち構造のここの部分がすごいおおらかなアーチを描くんですよね。すごい優雅じゃないですかって僕は思っていて、なんか工業製品ではあるんですけれども、特にこのミース・ファンデル・ローエのこの椅子に関しては浮遊感だけではなくてすごい優雅さみたいなこともなんか提供できる、こういう優れたデザインもカンチレバーの椅子の中にはあったりとかするんですね。この椅子とこの椅子は私たちが扱っているドイツのテクタ社っていうところが作っているものになるんですけどね。で、こちらはさっきちょっと話題に出ましたマルセル・ブロイヤーが、こちらも20年代にデザインしたカンチレバーの椅子なん
ですけどね、こちらもやっぱりこう一筆書きのように美しくこうラインを描ける、余計なフレームがないので、でこうパイプのこうクリーンなラインっていうのがすごく綺麗に出るんですよね。これもやっぱりカンチレバーのすごく美しい名作の一つじゃないかなと思っています。ちなみにこのテクタは本国ドイツのバウハウスアーカイブっていう、団体があるんですね。でそこからバウハウス時代に、生まれたデザインを正式に復刻している作品を世界で一番持ってる実はメーカーでもあります。すごいちっちゃい会社なんですけど意外と世界的にはそういうふうに注目されているブランドでもありますね。やっぱりカンチレバーの椅子って構造的な欠陥もあるんです。さっき後ろに少ししなりますよって言ったじゃないですか。やっぱりすごく重たい重量物に対してやっぱり少し弱いっていう側面もあって、なのでカンチレバーのソファーとかってやっぱりなかなかできないんですよね。なんですけどすごいもう一つ優れた構造だなって思うのをご紹介できるのがこの椅子ですね。でこれもカンチレバーの先ほどお伝えした肩持ち構造の椅子なんですけど、ちょっと見ていただくと分かるんですけどね、ちょっと細くなってますよね。ここのところプチュって潰れているんですね。ちょっとこうなってるんですね。でこれは、テクタのオーナーのアクセル・ブロホイザーとフランスの、デザイナーのジャン・プルーベっていう方、ご存知の方も多いかなと思うんですけど、80年代にはテクタとジャン・プルーベ実はすごく深い親交があって一緒にものづくりをしていたんですね。でジャン・プルーベがテクタにこう言うんですよ。素材が何を言っているのかを考えようっていう話をしていたんですね。でこのカンチレバーの構造っていうのはやっぱり後ろの荷重に対して弱いじゃないですか。で多分私みたいな凡人はですね、じゃあ荷重に対して弱いんだったらじゃあこのパイプをちょっと肉厚なものにして丈夫にしようとか、あとはもしくはこれのパイプを少し太くして強くしようとか、ここにフレーム1本足しちゃおうかとか、そういうくだらない多分アイデアを考えてしまうんですけど、彼とこのテクタが考案したのがチューブアプラーティという構造で、このパイプをさっきお見せしたみたいにプチュッと潰すんですね。でプチュッと潰すことによってこっちの荷重に対してこのパイプが強くなるんですね。だからこれによって例えばパイプを肉厚にしたりとか肉厚にして重くしてしまうとか、パイプの太さを太くしてデザインを美しくなくなってしまうとか、そういったことなくどちらかというと本当に衣装性も上げていきながら強度も出していくっていう当時パテント特許を取られた技術らしいんですけど、強度の課題っていうのをプチュって潰すっていうこの一アクション、すごいミニマルなアクションで解決してしまうっていう、なんかそのクリエイティビティにすごい感動するし、余計なことが何もないんですよね。本当に一つのアクションなんですよ。これで全てを解決してしまったっていう、その2人がこう考えたこのチューブアプラーティは本当にすごいなと思っていて、でこういうやっぱり美しいもっとシャープな椅子が出来上がっていくし、少ししなりもよりしっかりできるような、しなりすぎない椅子がこういうふうに作り上げられていったわけですね。今もうね生産してないんですけど、このチューブアプラーティの構造をテクタが作ったことによって、実はさっきソファーとか作れませんよねってお伝えしたじゃないですか。実はソファーも作れるようになったんです。だからブロイヤーの、ソファー、1930年代にできたソファーだけどカンチレバーで作ってしまったんで、当時このチューブアプラーティという構造がなかったんで製品化できなかったんですね。なんですけど彼らはこの技術を使うことによって後にその30年代のブロイヤーのデザインのソファーを80年代にようやく生産することができるみたいなところまで持っていくことができてしまったんです。で今ねこういうふうにちょっと合わせさせていただいてるんですけどね、すごくやっぱり優雅な空間ができるなっていうふうに思いますし、こういう重たいダイニングを置いたとしてもすごく抜け感のあるクリーンな、ね、空間が出来上がる。さっき椅子にはだいたい足が4本生えてますって言ったじゃないですか。人入れると6本になるんで、もう林みたいになるんですよね。
そういう椅子というものが元来持ちやすい、そういうデザイン的な合わせていった時の課題みたいなところも解決してくれる椅子がカンチレバーの椅子なんじゃないかなって思っています。多分魅力はねものすごいいっぱいあるんですけれども、お使いいただく方にとっての暮らしの中での価値っていうのは多分そういったことになるんじゃないかなと思うんです。歴史的には本当に100年だと思うんですけど、そこからやっぱりずっと愛されてはいるんですよね。世界中の展示会行っててもやっぱり椅子が一番発表されるんですよね。で残念ながらね長生きしないデザインの椅子もいっぱいあって、でもそれでも毎年毎年いっぱい発表されていく椅子があるんですけれども、その中の大切な部分に必ずこのカンチレバーっていう椅子は存在し続けていると思います。なんかねカンチレバーとか言うと堅苦しく聞こえるんですけど、こんなに素敵なデザインっていうところからあまり難しく考えずに、美しさと少しの揺らぎと、お好きな方は少しね、さっきちょっとデザイナーの名前いくつか出しちゃいましたけど、ちょっとなんか文脈拾うと、家具楽しいじゃんねみたいなことになんか出会えるかもしれないですよね。というわけで今日は少し珍しい椅子をお見せしてみました。お店の中でね見てるとなんかなかなか結構軽快に仕上がる椅子なので目に留まらない方もいらっしゃるかもしれないんですよね。で家具とかインテリアが好きになり始めてデザインに興味を持たれてる方もなかなかこの椅子の魅力にたどり着かない方もいらっしゃるのかなというふうにちょっと思って今日は狭いカンチレバーっていう椅子のちょっとテーマでお話をさせていただきました。はい、以上になります。ありがとうございました。